こんにちは、MB サポートの管理人です。2013年の後半から、マインクラフトが重いと感じるようになりました。まあ、2007年に自作した、アンティーク PC なので、それも致し方ないことと思っていますが、メモリは 1GB を4本搭載しています。かくつく映像をお見せします。今固まりました。極めつけは、ケース117のプレイ中です。フリーズしてしまいました。ひどいでしょ？挙句の果てに、こんな状態です。マインクラフトを購入して1年間は、描画距離と最大フレームレートを下げたことはありませんでしたが、去年の8月あたりから、これを下げる必要が生じました。アンティーク PC のマザーボードは、ASUS P5B、プレミアムビスタエディション、インテル P965 チップセットで、メモリーは DDR2 を使います。今更 DDR2 のメモリを購入するのを躊躇しましたが、ハズウェルリフレッシュでパソコンを組む予定がないので、2GB を2本購入しました。つくものネットショップで注文した時、今年の8月で切れる、1780ポイントがあることに気がつきました。以前、マインクラフトのキャプチャー動画を保管するスペースが少なくなってきたので、3TB のハードディスクドライブを増設しました。増設作業で電源ユニットのスイッチをオフにしたのが最後、電源ユニットが故障しました。そこで、エナーマックス、レボリューション87を購入して、このポイントがつきました。メモリーを購入しなければ、ポイントがあることを忘れたまま、消滅するところでした。ところがですね、システムを確認したところ、実装メモリが 4GB になっていますが、括弧して 3GB 使用可能とあります。このアンティーク PC は、64ビット OS で、3GB 以上のメモリを使うには、BIOS ユーティリティのチップセット、ノースブリッジチップセットコンフィグレーションの、メモリーレマッピングフィーチャーを有効にする必要があります。デフォルトは無効になっています。最初は、主メモリーが 2GB と、Windows Vista の32ビット版を使っていました。後に、Windows 7、64ビット版に移行して、主メモリーを 2GB 追加したとき、この機能を有効にしました。では、いつから、1GB 少ない状態で、使い始めたのか？そうです。電源ユニットが故障して、交換した時からです。あの時、CMOS のデータが飛んだので、再設定しました。しかし、メモリーリマッピングフィーチャーを、有効にし忘れたのです。つまり、10ヶ月も、メモリーを 1GB 無駄にしていました。マインクラフトは、半年休んでいたので、4ヶ月影響が出ました。でも、何はともあれ、注文したメモリーが到着したので、メモリーを換装します。メモリースロットが4本しかないので、既存の 1GB、2本と交換します。まあ、4GB の時点で、描画距離と最大フレームレートを、最大にできますが、このマザーボードは、デュアルチャンネルに対応しているので、メモリーを2本で1組と考えます。対応するスロットは、色分けされているのが一般的です。両脇の白いストッパーを、外側に倒します。よし、倒せました。メモリーを上に引き抜きます。6年くらい前に購入したメモリーです。同じように、デュアルチャンネルで対応するスロットのメモリーを、アンインストールします。力加減が難しいところ。よし、OK。スロットが、黄色で統一されていますね。もう片方は、青です。それでは、
新しく購入したメモリーをインストールします。方向は、溝で確認してください。両サイドのレールに沿って、メモリーを挟みます。よく、説明書で、均等に力を加え、上から押すとありますが、正確には、片方ずつ力を入れて押し込みます。うまくインストールできると、両サイドのストッパーが自然と起き上がります。どうかな？いいね。同じように、もう一本、インストールします。手が邪魔ですよね。しかし、反対側からやると、CPU の巨大なヒートシンクが邪魔で、やりづらいのです。私は、力が弱いので、こういう作業は苦手です。今度は、三脚とビデオカメラが邪魔で、押し込みにくいです。よし、いい音だ。しっかりストッパーが挟まりました。まあ、正しくインストールされていなければ、電源を入れた時、マザーボードがエラー音を発してくれます。よし、大丈夫だね。正常に起動したので、システムで確認します。6GB が認識されていますね。利用可能メモリーが 1.3GB ほどあります。安定しました。まあ、4GB でも大丈夫ですけどね。最大フレームレートはパソコンの性能に依存します。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。私のアンティーク PC のスペックは、次のサイトに掲載しています。YouTube の概要に、リンクを貼っておきます。気になる方は、チェックしてください。なお、私のゲーム実況、マインクラフト、ホームズの日常は、しばらく 3GB のプレイ内容になります。ご了承ください。さあ、行くよ、シルバーブレイズ。